今日は美味しい仮金の入れ方について説明します。仮金とはお茶の茎の部分のことを指します。大きく分けて玉露の仮金と煎茶の仮金があり、それぞれこの白い茎の部分と緑の葉っぱの部分が混ざって製品になっています。今回は玉露の仮金を美味しく入れていきましょう。では早速始めましょう。仮金の入れ方は大きく分けて2つあります。一つは玉露っぽく温度をうんと下げて1煎目を入れるやり方。もう一つは煎茶っぽくお湯の温度を上げた状態でさっと入れる入れ方。まずは玉露っぽい入れ方から説明します。用意するのは玉露と同じで取っ手のない急須、方品です。こちらに仮金を入れます。1人分入れる場合は約 5g。 たくさん入れると美味しくなります。そしてお湯を湯冷ましに入れます。このお湯は必ず沸騰させたお湯を使ってください。沸騰時間は約2分くらいが適当です。あまり沸騰させすぎるとお湯の中の空気がなくなってお茶が美味しくなくなります。なのであまり長く沸騰させすぎないように注意してください。そして湯冷ましを手で触ってしっかりとお湯の温度が下がっているかどうかを確認してください。今回はまだまだ熱いのでしばらく温度が冷めるまで待っておきます。たまにはこういう湯冷ましをしたお水を入れることでお湯の温度を急激に下げることも可能です。その際でも触ってしっかりとお湯の温度が下がっているかチェックをしてください。いいですね。それではお湯を注ぎます。玉露と同じような入れ方の場合、お湯の量はたくさん入れすぎず、お茶の葉っぱが少し隠れる程度のお湯を入れます。そして蓋をせずにお茶の葉っぱが開く様子をしばらく見ておきましょう。お湯の温度は高ければ高いほど早く出ますが、低ければ低いほどじっくりとうまみが出てきます。お茶の葉っぱを見ることで適度な時間を判断します。これくらいでいいですね。それでは蓋をして注ぎます。しっかりと最後の一滴まで注ぎましょう。最後の一滴まで注ぐと蓋を開けて香りをお楽しみください。
いい香りですね。お茶の葉っぱの様子はこのようになっております。そして針金の水色を楽しみ、香りを楽しみ、味を楽しみます。すごくうまみが口の中でわっと広がりますね。で、玉露のうまみもしっかり感じられ、針金の風味も口の中にいっぱい広がるので、すごく濃厚な味わいが楽しめます。美味しい。2煎目は同じようにお湯の温度を冷ましているのを確認して、それからまた浸るくらい注ぎます。そしてすぐ蓋をして茶碗に注ぎます。2煎目も最後の一滴までじっと動かずにしばらく待っておきましょう。1煎目は2煎目とお茶の色が多少変わってきます。その違いを楽しみ、また香りと味の違いも楽しみましょう。1煎目の濃厚な味わいとは異なり、さっぱりとした味わいになってます。美味しいです。それでは続いて、煎茶のようにお湯の温度を上げた状態で入れていきましょう。まずは取っ手付きの急須を用意します。同じように急須にお茶を入れます。そして今回は茶碗にお湯を8分目程度注ぎ、すぐに急須に注ぎます。かなり熱いお湯を使います。そして同じようにお茶の葉っぱが開く様子を見て、あまり時間を待たずに茶碗に注ぎます。こちらも同じように最後の一滴まで動かさずに注ぎましょう。そして急須の蓋を開けて香りを嗅いで、中の葉の様子を楽しみます。熱いお湯で入れる場合、お湯の量は玉露の入れ方よりも多めに入れるといいでしょう。それでは同じように色を楽しみ、香りを楽しみ、味を楽しみます。こちらは
1煎目よりさっぱりとした味わいが前に出た上で、後味に玉露特有のほのかな甘みが感じられます。玉露のような低い温度で1煎目を入れる場合とは味わいがかなり異なります。さっぱりとしていて美味しいです。2煎目も同じように熱いお湯を注いですぐに蓋をして茶碗に注ぎます。1煎目とは違う色、香り、味をお楽しみください。お湯の温度を下げて1煎目を入れた方がいいのか、お湯の温度を上げて1煎目を入れた方がいいのか、それはその仮金がどのような味が多いのかによって異なります。うまみがしっかりと入っている仮金ではお湯の温度を下げて1煎目を入れた方が美味しいと思いますし、あまりうまみが感じられない仮金の場合はお湯の温度を上げてさっと入れた方が美味しく感じられると思います。それぞれ味わいはかなり異なりますので、皆さんもぜひ両方の入れ方で味の違いを感じてみてください。以上で美味しい仮金の入れ方の説明を終わります。いかがでしたでしょうか。面白かったな、ためになったなと思った方はぜひともですね、高評価ボタンを押していただきまして、またチャンネル登録をされてない方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。